一番人気ながら4着。もうわからないよ。勝てないし、どうすればいいのか。この音は。嘘だよ。今のは夢の中だけの。まさかここも夢？全部飲み込まれて、もう二度と。もう無理。走るなんて無理だよ。どれどれ、今年1年のレース振り返りか。チームはスケラ、春は絶好調だったんだけどな。やはりシーザリオ離脱が響いたんでしょうか。チームがところどころうまくいっていないというか。そうですね。しかも復帰の見通しは立っていません。まあラインクラフトの2倍の頑張りに期待しましょごめん、みんな。ごめんなさい。あんまりな書かれようね。心ないゴシップやもう終わり論ばっかり。トレーナー、今のクラフトさんは同じね。日本ダービー後、何をやってもうまくいかなかったあの日の私たちと負けて負けて負け続けて、そしてついにまた惨敗で、何をトレーナー、話って。何よ深刻な顔しちゃって。これ以上落ち込むことなんて。どんなことって。何よその持ってる紙。遺跡ってどういうこと？コンビを解消しようっていうの？私を受け入れたいって打診でもあったの？悪くないね。そうね、流れが悪い時は何かを変えなきゃいけない。私のためにはいいかもしれない。でも私たちのためにはどうなのよ。一人が報われればそれでいいの？どっちかが夢を叶えてどっちかが消えてもそれでいいの？それで本当に一流のコンビって言えるの？本当に何もないの？よく見なさいよ。本当の本当に何一つ残ってないの？目を見開いてよく見てみなさいよ。あなたの目に今映ってるのは何よ？そう、私を見て感じる気持ちはないの？言いなさい。ほら、あるじゃない。跳ね返されてボロボロに叩きのめされてもその気持ちだけは残ってるじゃない。あなたの中にも私の中にも。ずっと変わらなかったこの気持ちを捨てられるなら今目の前で捨ててみなさい。そうしたら
私も捨てるわ。どうするのその髪。そうよね。この気持ち簡単に捨てられるならここまで苦しんでない。やるわよ、次のレースで。今度こそ。私は自分を捨てなかった。キングであるために再び立ち上がり、あの高松宮記念でついに成し遂げた。私は自分の価値を証明したかっただけで、クラフトさんの何かを残したいって気持ちは正直よくわからない。でも思いを捨てさえしなければ願いに手は届く。それは同じ。クラフトさんがそれを信じきれるかどうか。ええ、この瀬戸際で何とかできるのはトレーナーあなたしかいないわ。トレーナーさん。ですね。私思ったんです。考えるとやっぱり気負いすぎだったのかなって。三冠馬娘の子、本当にすごかったです。私のような危なっかしさなんて全然なくて、みんなその話題ばっかりです。有馬記念も勝つだろうとか、今までで一番だとか。そういえばメイクデビューした頃から大活躍するだろうって言ってた人もいるくらいだって。やっぱりすごいですよね。三冠馬娘の子はきっと10年後も100年後もみんなの中に残るんだと思います。思い出の中でずっと走り続ける。私はできなくてつかめなくて、今は誰も私の話なんてしてなくて、10年後にはきっと誰も覚えていない、誰も見ていない、誰にも届いていない。でも仕方ないです。だんだんどんどん勝てなくなってきて、輝きなんて残せなくて当たり前。これが私です。誰にも何も残せない馬娘だから、このまま消えるのが当たり前。トレーナーさん。
それはトレーナーさんがトレーナーだから。やあ！このくらいどうにかしてみせる！やー！スパートをかけるならここだ！やこのまま！でも三冠馬娘に比べたら。それはトレーナーさんだけがそう思ってくれるだけで。そんなの絶対なんて保証どこにもないじゃないですか！トレーナーさんとキングさんが勝った高松宮記念。あの日私はシーザリオと街頭ビジョンを見てた。あのチームに入りたいねって話した。あれもトレーナーさんが諦めなかったから。叶うはずがなかった。でもそれでも諦めなかったから、私はここにいることができて走れてる。トレーナーさん、私にもできますか？残せますか？トレーナーさんやキングさんみたいに諦めなければ、もう一度